ですね、私こういうスケッチを描くんですけど、どうも、シュウペイです。こういうスケッチ、魚眼パースとか POV スケッチって言いますけど、POV というのは、この自分が見ている風景そのものを描くようなスケッチなんですけどね、まるでね、自分がこの中に入ったかのような感覚になりますよね。こういうスケッチを描くんですけど、今日ですね、スケッチブックを整理していたら、こういうスケッチをいろいろ描くときに試していたものがですね、あったので、それをね紹介しながら、何か皆さんが描く時の参考にならないかなと思ってね、ちょっと動画にしてみたいと思います。でね、YouTube のお絵描き研究アドさんというチャンネルで私の動画を紹介していただきました。本当にありがとうございます。アドさんの動画がきっかけで私のチャンネルを登録してくれた方もいると思うので、もう本当にありがとうございます。そしてよろしくお願いします。一発書きの書き方とか、何も見ずに想像とか記憶で書く方法っていうのをですね、いろいろ試して気づいたこととかアウトプットも兼ねて動画にしているので、よければ見てくださいね。でね、ちょっとスケッチブックのこのスケッチブックツアーっていうんですかね、をやってみたいと思います。2、3年の間のノートなんですけど、2、3年にしてはそんなに多くない。モレスキンが好きでよく使います。これバスの中なんですけど、ちょうど2024年って書いてますね。この時から一発書きしてます。ガイド線で使って書いたりしたこともあるんですけど、なんかあんまりしっくりこなかったんですよ。ガイド線があれば綺麗な線は描けるんですけど、なんで線を曲げて描いたりするのかっていうのが実感できなくて、空間を組み立てていく感覚を味わいたくて、もうその一発書きいきなり始めました。もうこういう風にね、線なんか途切れてごちゃごちゃしてるんで、書き終わった後なんかも結構がっかりしましたね。でもなんか面白いからやってみようかなっていう感じで、やめられないっていうか、なんかずっとやってましたね。これがこういう風に描けるようになったわけですからね。もう一番最新のスケッチで言ったら、これは映画ですね。映画が始まる前に描いてたんですけど、間に合わなくて、スケッチをする工程自体を見直さないといけないなって思ったスケッチですね。一番最近はこれで、雨が降って中断しちゃったんですけど、これの一つ前が結構いい感じで描けました。車の中の風景なんですけどね、これも一発書きですね。といってもね、なんか感覚的な話になっちゃうので、正直ね、ガイド線使えば書けるものをいちいち一発書きでやるっていう、もう正直非効率なことをしているわけですよ。もうだけどみんながこのガイド線効率的なやり方があるんで、そっちをやってる中でこういう一発書きを試して、間のグラデーション的なものがもしかしたら何か見つかるかもしれないじゃないですか。他のこういう見方もあるんだっていうのが、もう一発書きが面白くてやってるっていうね。ちょっと話それましたけど、はい、この時期ですね、これはリビングの絵なんですけど、目の下の方にあるこの物の見え方と、ちょっと前の方にある物の見え方っていうのがうまい具合に調整できなくて、どうやればこの空間に合わせられるんだろうっていうのを模索している時期ですね。面の見え方をコラージュしていっているような感覚ですね。リビングですね。これ家族で、多分ね、これ阿部寛だと思います。これは2025年のスケッチブックですね。妹とね、初日の出見に行った時の記憶スケッチです。はい、これリビングですね。これはですね、下書きを先に書いてから書きました。一発書きを習慣にはしているんですけど、一発書きをしている時にどういうことを考えて書いているんだろうっていうのを自分で確認するために一回下書きをして、この清書したスケッチですね。この一発書きを基本やりながら時々下書きをする、交互にやることで一発書きの時のこの思考過程をコンパクト化できるんですよ。この辺の工程は同じようなことしてるなとか、同じようなこと考えているなっていうのをコンパクト化して、また一発書きをするっていうので、どんどんコツを掴んでいくっ
っていう感じですね。先ほど記憶スケッチって言いましたけど、このね、これアルバイトした時の記憶スケッチですね。洗濯屋さんのバイトがあったので、記憶から引き出すっていうやり方をすることで、線を引く時の安定感がつかめるなっていうのが分かったんですよ。でこれ先ほどのスケッチブックなんですけど、これはエイリアン・ロムルスを見に行った時の記憶スケッチですね。映画が終わった後にこの映画館とこの風景、映画の起きた場面とかをですね思い出しながら描きました。このなんだっけ、フェイスハガーとかこういう感じでね思い出して描いて、でディテールとかをちゃんと確かめたかったら後から資料を見て模写をしたりしたら自分のこの画力に糧になるんじゃないかなと思いますね。このノートはですね、模写を中心に書いたノートなんですけど、動物とかの写真とかキム・ジョンジさんのこういうイラストとかをですね模写してました。こういう線を模写をするときはなんかいい感じの線が引けるんですけど、スケッチをするときは全然途切れの線しか引けなくて、もうだいぶ嫌悪感に襲われたんですけどね。こんな感じでね、何も見ないときはこういう線しか引けないことにだいぶがっかりしてたんですよ。それを考えたときに、模写をするよりもこの観察して頭の中で線に変換する過程そのものを鍛えていかないといけないんだなと思って、模写はあんまりしてないですね。模写は漫画家さんがどのように線をまとめているんだろうっていう、どんな考え方をしていたんだろうっていうのが気になった時にしますね。あんまりルーティンとしては組み込んでいません。線の引き方ってめちゃくちゃ無限にあると思うんですよ。もう見ている風景そのものが線でできているんじゃないかっていう感覚になる時があるんですけど、この線をですね、いろんなハッチングとか一筆書きとか、ああいう風にバリエーションを研究していけるなって思ってからは、もう観察で書くのが本当に面白くてですね。はい、でね、今度は小さいノートなんですけど、本当にね、もうほとんどモレスキンなんで、モレスキンにあんなねごちゃごちゃした、もう正直テストのような絵を何回も描いていてもったいないなって自分でも思うことがあったんですけど、やっぱりね、この持っている時の満足感というか、そういうのはね、気持ち的にねとてもいいので、このモレスキンは愛用してます。ターレンス、このスケッチブックはターレンスだったと思いますけど、これもとても描きやすいです。でも正直描けたらね何でもいいっていうところあります。これは100均のノートなんですけど、これもめちゃくちゃ使いやすいんですよね。皆さんの好きなノートも教えてくださいね。コメントぜひしてください。これは Mac ですね。これは下書きをちょっとしてますね。アイレベルとかだいたいボックスとかで書いてます。これも視界の見え方、これは真横にあるボックスで、この2つが真横にあって、これは上と下ですね。でここにリングって書いていて、動画にもしたんですけど、自分がリングの中にいるみたいなね感覚をつかみ始めた時の、スケッチです。目線の高さのことをアイレベルと言います。下の方に消失点を意識すると視界に地面が入ります。アイレベルを360度でイメージするとリングになりました。このリングをそのまま紙に書いてみます。直線だったアイレベルが円になりました。球体の上で風景を眺めているかのようです。リングを切って伸ばした視界を1枚の絵にしたらどうなるでしょうか。この空間の真ん中に立っていた場合、このように描くことができるかもしれません。ガイド線を引いてみました。 POV スケッチよりも広い360度の絵も面白そうですね。空間を描く時の感覚は自分が球体の中にいるイメージをすると分かりやすいです。この球体の大きさを把握したい空間の広さに合わせて調整することで空間全体を捉えます。この球体を輪切りにするとリングとしてもイメージできます。自分がリングの中にいるとして、ちょうど目線の高さにあるリングは直線に見えるので、これをアイレベルとします。上下に向かうほど目から離れていくので、リングは丸みを帯びて見えますね。この丸みの度合いがそのままライン上にあるものの奥行き感、バースの強さの手がかりになるというイメージです。例えばこのノートを書くとき、ノートの角を点として捉えます。それぞれの角が
自分からどれほど離れているか、この距離感を意識することで描きやすくなります。この時に直線ではなく直線で引くことができるんじゃないかって気づいたスケッチです。転換点的な感じですね。このパノラマスケッチは地面が球体のように丸みを帯びているとかね、この一番自分の真下の地面が近いのでそこから離れていくので見え方がこの平面、なんていうんですか、角度がついていくみたいなね。こっちは真下でこっちが正面、こっちが上っていう感じで、これは自分の住んでる家が塗装工事した時の足場を内側から見たスケッチですね。でこれもバススケッチだいぶ慣れるようになってきました。線もねあんまり途切れてないんですよ。でこれが車に乗っている時の絵ですね。これが正面で斜めで、これ真横。物を描く時に直線じゃなくていいんだっていうのが描き方が分かってきたサインでしたね。これがさっきの公園がもういい感じで描けた時のスケッチですね。360度の風景を描けるんじゃないかっていろいろ確認してた時の絵ですね。これがアイレベルです。この円の見え方が平べったくてどんどん下に行くにつれてこの丸に見えていくっていうので、これが前の方、これが右、これが左、これがね自分自身をもう見下ろしているような、自分の頭がポンって取れて自分の体を見下ろしているっていう感じになりますね。360度のこうなるんじゃないかっていう考察の絵ですね。これは Mac ですね。このアイレベルは直線だけどここで曲がるんじゃないかっていう、この前方で右で斜め前でアイレベルがこういう感じで曲がっているっていうね。この時にも体感でつかめるようになったみたいな、もう完全に把握したわけじゃなくて、なんか書きやすくなったぞってなりましたね。こういうことってありますよね。書きづらかったものがなんか腑に落ちてペンの走り方が変わるみたいな。でこれアルバイトしてたところなんですけど、工場でもうこの辺からもうやり方分かって楽しくなってきた時期です。これはフードコートですね。この椅子の配置とかはね感覚がぐちゃぐちゃだと思います。でこれが飛行機の中、夕方ぐらいに出発してもう暗くなったので飛行機は真っ暗になって自分の上のところだけつけて描いたスケッチですね。ハッチングの仕方とかがねまだ分からなくてもう闇雲に描いていますけどね。これも飛行機のスケッチですね。はい。でこれが Mac のスケッチ。もうだいぶ描き慣れてきてますね。でね、もうこのコメダのスケッチあたりから考えながら意識しながら描くようになれました。でこれも一発書きなんですけど、このねまずノートの中にどのあたりまで収まるかっていうのはイメージして、で先に手を描きます。で手を描いて、でだいたいこのサイズ感で描くっていうのは決めてたんですけど、でもやっぱり若干大きく描いてしまったとかそういうのはよくあるんですよね。そしたらこのもう大きさを基準に他のこういう椅子とかコップの大きさも調整していけば全然成り立ちます。間違って手の大きさをなんかイメージしてたより大きくなりすぎたと思ってももう全然失敗じゃないです。その大きさを基準にして見え方を調整していけば空間のね曲がり具合がちょっと変わるぐらいで全然描けます。これが車の中のスケッチですね。これは初めから最後まで早回しの動画が残ってますね。これが、スマホで手を描いて、目線の高さにあるものを描いてこのどんどん横に広げていくっていうやり方ですね。ハッチングとかね線の引き方をねもっと勉強していけばいい感じでね雰囲気とか固有色とかも出せると思うんですけど、やっと空間の描き方がつかめてきたタイミングなのでこれからですね。でこれが横長のスケッチですね。これは記憶スケッチで描いたシン・ゴジラ。去年親知らずの抜歯を一気に4本やりまして手術で入院したんですけど、その時に描いたスケッチです。手術前にね
気を紛らわすために描いたシン・ゴジラ。ディテールとかはちょっとね全然記憶できてませんけどね、こんな感じの映画だったなっていうのを思い出しながら描きました。でこれが沖縄県立博物館の絵です。で瓦とかがねもう破綻してるんですよ、感覚とかが。でこういうのもね全体のサイズ感を捉えてサイズを調整するとか、そういうのがまだできていない手探りの状況でしたね。で絵を描くときね課題を何個もいっぺんに意識しても混乱するだけなので、こういうところはもうなあなあでごまかしながらやって、でこのパノラマ的な景色の見え方を描くことに集中しました。でこれ県立博物館の中、この辺もちょっと破綻してますけど、全体的に空間的には描けたなっていう感じですね。でこれ飛行機に乗る前ちょっと時間かかりすぎて搭乗に遅れそうだったんでもう放棄しました。で飛行機の中ですね。でこれがゼッテリアで描いた関西空港のゼッテリアですね。夜中にこの時大阪にですねクロッキー会があったので、それに参加して、で翌日帰る時にこの時は空港に泊まりましてね、で全く誰もいなかったんですよ、夜中。もうリミナルスペースでしたね。私リミナルスペースが好きで9月に公開するバックルームズも見に行くのが楽しみなんですけど、この時に大阪じゃない空港の中でフードコートがあるんですけど、あそこもめちゃくちゃねもう人が全くいなくてリミナルスペースでした。なのにカレーが一つだけ残ってる席があって怖かったんですよ。不気味な感じ。でこれが国際線の、ロビーですね。もう寝るところを探して休める場所ですかね。この日は寝ませんでしたけど、これがスケッチ、夜中の5時頃のスケッチですかね。でこれは家族とゴッホ展を見に行った時の神戸の、ホテルですね。こういうベッドとか描きました。パノラマスケッチ面白いんですよ。本当に自分のいる空間を観察して描くことで自分が存在してるんだなっていう実感につながってるような感じがしますね。本当に描いてる時の感覚が面白いです。でこれがリビングですね。こういう感じでちょっと視線を下に向けることでアイレベルの方が若干曲がるので下の方の面積を広く描きつつこの空間の広がりも表現できるので遠近感が強く出るんですね。これね家族描いてたんですけど、この空間自体を描くことに変更してやめました。でこれが車のスケッチですね。最近のものですね。で結構いい感じですよね。本当に楽しいですよ。皆さんもぜひやってみてくださいね。これが一番最近の。この時ね影で描いてたんですけど、夏バテかなんかになって気分悪くなって病院に行きました。本当に水分補給とかちゃんとしてくださいね。キム・ジョンジ先生の、スケッチがデザインされたモレスキンですね。でこれがスパイダーマンを見に行った時の予告が始まる前のこの15分スケッチ。もうだいぶ慣れてきて、ただね時間制限に合わせてものを把握することが大事だなと思いましてね、このシルエットで描くっていう昨日上げた動画、前の動画ですね、それを今試しているところです。まずシルエットを捉えて
書き込む量を調整する。そうすればシルエットで描くことができれば、全体のスケッチとしては形になりつつ、このディテールとかの、粗密っていうんですかね、このペンのディテールとかを書き込む量を調整させる、そういうのを今テストしてます。いろいろで、これがね、このスケッチをして病院に行って会計をした後のこのスケッチです。ただの夏バテでしたね、本当に。これが車です。この遠近感とか、この車にフォーカスしたいので書き込む量をこういう感じで抑えてっていう風にやりました。今ですね、もう空間を捉えることにだいぶこだわったので、時間を注いできたので、これからはね、色の使い方とか、そういう陰影とか、そういうのもどんどん試していきたいと思っています。これからもね、動画作っていきたいと思うので、何か参考になれば嬉しいです。もし気が向いたらチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この辺で今日は終わります。バイバーイ。